こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はリクエストをいただいたコンビニのコーヒーなどで使えるコーヒースリーブを編んでいきます。S サイズと少し大きめの M サイズのどちらも編めますので、よく買うサイズで編んでみてください。また取り外し可能な持ち手付きも編めますので参考にしてみてください。使用する材料はこちらです。ダイソーのフローの毛糸を1玉、縁に使う毛糸は余っている毛糸で何でも大丈夫です。必要な方は持ち手もご用意ください。使用するかぎ針は8号で編んでいきます。それでは編んでいきましょう。最初に鎖を編んで輪にしていきます。 S サイズは鎖24目、 M サイズは鎖28目編んでいきます。ここから鎖を編んでいきます。鎖が編めたら輪にして1つ目の裏山に針を入れて糸を引き抜きます。これで鎖の輪が完成です。できたら使いたいコーヒーのカップを用意してサイズを確認しながら編むようにしてください。1段目の編み図がこちらです。鎖1つで立ち上げて細編みを1周編みます。鎖1つで立ち上げて細編みを編んでいきます。 S サイズは24目、 M サイズは28目編みます。この繰り返しで1周細編みを編みます。細編みが1周編めたら1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで1段目が完成です。2段目の編み図がこちらです。鎖3つで立ち上げて長編みを編んでいきます。ここから糸を変えていきます。新しい糸を引き抜いて鎖3つで立ち上げます。鎖3つの立ち上げが1つ目になるので、ここから S サイズは長編みを23目、M サイズは長編みを27目編んでいきます。編み始めの糸はくるむようにして編んでいきます。
この繰り返しで長編みを1周編みます。長編みを1周編んできました。最後の長編みが編めたら、最初の鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで2段目が完成です。縁の毛糸の糸処理をします。3段目の編み図がこちらです。長編みの増し目を2回編みます。最初に鎖3つで立ち上げます。下の段の鎖の3つ目に長編みを1回編みます。これで1つ目の増し目が完成です。ここから長編みを編んでいきます。S サイズは11目、M サイズは13目編んでいきます。S サイズは長編みを11目、M サイズは長編みを13目編み終えたところです。ここに増し目を1回編みます。1つの編み目に長編みを2回編みます。これで2つ目の増し目が完成です。ここから長編みを S サイズが11目、M サイズは13目編んでいきます。長編みを編み終えたら、最初の鎖3つの立ち上げの3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで3段目が完成です。4段目の編み図がこちらです。鎖3つで立ち上げ、長編みを1周編みます。1つ目は鎖3つで立ち上げて、ここから S サイズは長編みを25目、M サイズは長編みを29目編んでいきます。
長編みを1周編んできました。最初の鎖3つの立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで4段目が完成です。この段でフローの毛糸は終わりなので少し長めにカットしておきます。5段目の編み図がこちらです。縁の毛糸に変えて細編みを1周編んでいきます。4段目を編み終えたところから新しい糸に変えて糸を引き抜きます。鎖1つで立ち上げて下の段の鎖3つのところが1つ目になります。S サイズが細編みを26目、M サイズは細編みを30目編んでいきます。編み始めと編み終わりの糸は巻き込むようにして編んでいって大丈夫です。細編みを1周編んできました。最後の細編みが1つ編めたらこれで5段目が完成です。6段目も細編みで1周編んでいきます。持ち手をつける方は D カンを編み込んでいきます。持ち手についている D カンを外して6段目の1つ目と2つ目に D カンを編み込んでいきます。持ち手をつけない方は細編みで1周編んでください。こんな感じでつけていきます。ここから次の D カンの位置まで細編みを編んでいきます。S サイズが11目、M サイズは13目編みます。細編みが編めたらもう一つの D カンをつけていきます。D カンを巻き込むように細編みを1回2回編みます。これで2つ目の D カンがつけられました。ここから6段目の終わりまで細編みを編んでいきます。S サイズは11目、M サイズは13目になります。細編みを編んできました。これで6段目が完成です。最後に引き抜き編みで縁を1周編みます。この引き抜き編みで縁を1周編みます。縁を1周編んできました。最後の目の引き抜き編みが編めたら最初の編み目に針を通して糸を引き抜きます。これで縁の段が完成です。糸を長めにカットしておきます。
編み終わりの糸を処理します。D カンのところは動画のように糸を通しておくと伸びづらいしっかりした仕上がりになります。もしよかったら参考にしてください。D カンのところの糸が通し終わったら次の D カンのところまで紐を通していきます。2つ目の D カンのところも同じようにして針を通しておきます。D カンのところを縫い終わったら編み始めのところまで糸を通しておきます。持ち手をつけるとこんな感じになります。完成です。お疲れ様でした。フローの毛糸1玉で3個くらい編めそうです。糸を使う場所によって色のグラデーションで仕上がりも変わるので編んでいてとても楽しいです。小さくてすぐ編めるのでもしよかったら編んでみてください。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。またリクエストなどありましたらコメントください。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録